こんにちは。語り部、マイナーゲーム紹介チャンネルへようこそ。今回紹介する作品は、エリクス・ウォーカー、シンクの令状。ゼルダライクな 2D マップにコンボ要素も加わった本格アクション RPG。そのプレイ時間は合計20時間ほど。フリーゲームのアクション RPG としてはかなりのボリュームです。アクション面だけでなくしっかりとストーリーも用意されており、19年という長期制作に恥じない仕上がりだと思います。それではまず、ストーリーの概要から説明します。冒頭の紹介に止め、ネタバレは控えます。ご安心ください。ここ数十年、世界は驚きに沸いていた。現在の文明レベルを大きく超える技術を収めた遺産が、世界中の遺跡から次々と発展された。その技術は、科学と呼ばれ、それまでの世界を急速に変えていった。科学に比べるとそれまで広まっていた魔法は扱いにくく、その価値を大きくされた。モンスターやトラップはびこる危険な遺跡を勇敢にも攻略し、遺産を持ち帰る者は、エリクス・ウォーカーと呼ばれ、いつしかそれが一つの職業として定着するまでになった。科学の最先端を突き進んでいると言われるとシールナス。そこで流れるある噂を聞きつけて、エリクス・ウォーカーやそれになろうとする者たちが群がっていた。これはその中に一人混じった、ある少女が刻む物語である。お次は戦闘アクションについて解説します。一見複雑そうに見えて、簡単で爽快なシステムです。主に使うキーはスイキー、シフトキー、ファンクションキーの3つだけ。まず最初に、クラムシリークローズというペナルティについて説明しましょう。これは、コンボを組み立てるにあたり、単純な攻撃を何度も連発していると受けるペナルティです。これが発動してしまうと、その瞬間コンボが途切れるばかりか、一定時間攻撃行動が取れなくなります。他のアクションゲームにはない特徴的な要素です。次にこの2つの画像をご覧ください。これも本作のアクション性を高める大事な要素です。前述したように本作にはファンクションキーが存在するのですが、それが押されているか非かで別のコマンドボタンを押した際のアクションが変化します。さて、これらの情報を元に図解で整理してみました。このように、3つのキーから最大で5つものアクションが機能することがお分かりになるかと思います。次に紹介するのはリンクスタイルです。まずはこのように、好きなアクションを最大5つまで並べ立ててみましょう。そして、リンクスタイルに対応したボタンを押すだけで、登録したコマンドが連続で実行されます。つまり、リンクスタイルボタンを5回繰り返し入力するだけで、5連続で任意の連続アクションが可能になる優れもの。いろいろ組み合わせて自分だけのコンボを作ってみましょう。この2つの特徴を利用して組み合わせ、ペナルティが発生しないようにコンボを重ねましょう。戦闘アクションについての解説は以上です。独自のレベルアップシステムであるシンクロスフィアについても解説していきます。本作では敵を倒した時に得られる経験値をシンクロスフィアに割り振ることで能力値を高めたりアビリティを習得することができます。ご覧のように色とりどりのスフィアが存在しますが、これはプレイヤーによって自由に変更が可能です。色によって性能が異なります。例えば赤色の場合は攻撃力が上昇しやすく、水色の場合は防御力が上昇しやすいといった具合です。スフィア配置の際に気をつけることは、反達する色が隣にあると効果を発揮できない点です。例えば、ここで真ん中のスフィアを水色にした場合、右隣の赤色と相反する属性となり、効力は弱まります。ご自身のプレイスタイルと相談した上で、最適な布陣を作り上げていきましょう。ここでは本作の評価すべき点を挙げたいと思います。本作はあらゆる側面で評価できる作品です。まずはゲームシステム面での評価点について解説していきましょう。特筆すべきはコンボシステムです。誰にでも簡単にコンボを決められる爽快感のあるシステムに仕上がっています。先に紹介しましたようにファンクションキーを利用することで金
3つだけで5つものアクションを生み出すことができます。それでいてリンクスタイルを駆使することで自分好みの5連続コンボを簡単に繰り出せます。それどころか物足りない人向けにはキーボードの点キーを活用するコマンドモードも用意されています。これでさらに攻撃手段が増えます。少し練習すれば多彩なコンボが実現できると思います。これでペナルティであるクラムジリークローズが発動することはぐっと減るかと思います。余談ですが、このクラムジリークローズというペナルティ、普通のアクション作品にはなかなか見られない珍しい要素という印象を受けます。普通のアクション作品では雑なコンボ構成によってメリットは得られずともペナルティが発生することはありません。対して本作ではメリットが得られないだけでなくアクションが取れなくなるという明確なペナルティが存在します。それには明確な制作側の意図があります。できるだけ多彩な攻撃手段を駆使してコンボを編み出し攻略してほしいという思いによるものです。単調なコンボに対してのペナルティ設置は印象としてはあまり良くないので、それが商業作品では見られない理由なのかもしれませんね。シンクロスフィアの配置や成長における自由度の高いパラメータカスタマイズも魅力です。普通のゲームのそれと比べて少し配置や属性を変えるだけであらゆるパラメータが一定してしまう面白いシステムです。この画像を見比べてみると分かりますが、初期レベル帯でも少し見直すだけでガラッと変わります。プレイヤーの好みに合わせてガラッと性能を変えられるこのカスタマイズ性の高さも本作の魅力でしょう。これほどカスタマイズ性が高いのは作者様の意図がありました。プレイヤーによって個性が出るシステムを作りたい、どのような組み合わせにすれば効率よく強化できるのか、いろいろと試行錯誤してほしいという思いがあったようです。ちなみに公式マニュアルにはこの辺りの最適解を得るためのヒントがたくさん載っています。不安な人はまずは一読することを推奨します。アクションである以上は躍動感も欲しいところですが、本作はその期待に十分応えていると言えます。これまでの紹介でお見せしたようにぬるぬると動く爽快アクションを体験いただけることがお分かりになるかと思います。戦闘だけでなく日常のちょっとした動作に関しても細かいアクションが仕込まれており、作り込みを感じられます。地味な要素かもしれませんがマット構成も評価したいです。本作はアクション作品ですから、戦いの場となるマットは RPG よりも重要性が増します。本作の舞台は遺跡や洞窟に山に雪原、さらには近未来風なマップもあります。そしてマップ自体もかなり広大です。この作り込みはぜひとも評価したい点です。最後は難易度についてです。これについてはやや賛否あるかもしれませんが、評価点として取り上げることにしました。まず本作は万人向けではないと作者様は明言しています。確かな意図を持って制作されたことがわかります。簡単なのは最初のチュートリアルダンジョンくらいでしょう。ダンジョン一つ一つが非常に長く、いずれも一筋縄ではいきません。システム面を把握している前提のバランス調整のため、敵の強さもなかなかに手応えがあります。ここまでやりごたえのあるアクションゲームはフリーゲームではそうそうないことから評価は下しました。また後のアップデートでイージー、ノーマル、ハードと難易度選択ができるようになりました。さらに作中で一度だけ変更可能という仲裁措置もあります。経験者は高い難易度のある本格アクションを楽しめて、初心者への敷居も下がった良いバランスだと思います。一方で気になった点もいくつかありましたのでご参考までに。多くのプレイヤーが指摘したのは謎解き要素です。本作ではあらゆるダンジョンに仕掛けがあり、それを突破しなければいけません。しかし全体的に難しくかつヒントは少なめ、ペナルティを支払って先に進むといった要素もないため、わからないことが次につながります。特にゲーム中盤に差し掛かり訪れるイープブルーというダンジョンは屈指の難易度、プレイヤーの心を折りに来てくれます。本作の仕様として少しマップを離れるだけですぐに敵が復活するため、これがマイナスに作用してしまいます。謎が解けずにマップを大騒をしているうちに敵が復活しダメージが重なり消耗する、この悪循環に陥りがちなのは見過ごせません。一応マニュアル内で FAQ はあるのですが、
答えがあるわけではないので救済とは言い難い。攻略サイトや攻略動画を上げている方もいるので、どうしてもわからないならそちらを参考にするのが一番の近道かもしれません。次にストーリー面、長編作品でありながらも特に矛盾は感じない良い物語に仕上がっているのですが、ストーリー上の都合もあり、他のキャラクターに比べて主人公であるアリエルのキャラクターがやや薄味に感じました。その分、それを帳消しにするかのようにゲーム最終盤では確かな見せ場があります。ただ、ちょっと遅かったかなと感じたのが正直なところです。アリエルの見せ場を作った後の物語がもっと見たかったなと少しもったいなく感じました。最後はキー操作面での問題点です。個人的にはそこまで問題とは思いませんが、客観的に見てマイナスだと判断しました。まず、本作の操作はゲームパッドがほぼ必須です。キーボードプレイもできますが、止めた方が無難でしょう。公式でもジョイ2キーのような外部コンバータの利用を推奨しています。これはキーボードのボタンをコントローラに割り当てるフリーソフトのことです。別に使わなくても遊べるのですが、デフォルトのキー配置だと少々不便ですので私も利用を推奨します。プレイヤーの中にはこういったカスタマイズをするのが遊ぶ前提であることに抵抗を覚えた人もいるようです。私はこういった外部ツールを使って遊ぶのはよりゲームを楽しむために必要なことだと思っていますが、人によっては問題と捉えられるかもしれません。総評に入ります。デリクスウォーカーは19年の歳月をかけて制作されたゼルダライクな 2D 見下ろし型本格アクション RPG です。特にシステム面に様々な工夫が行われており、アクションが好きな人ならきっと楽しめる作品です。難易度高めでやりごたえたっぷりです。反面、謎解きをはじめダンジョンそのものの難しさ、カスタマイズ必須な操作性などが気になります。アクション初心者には辛いかもしれません。本格的なアクションゲームをお探しの方は、ぜひともプレイしていただけますと幸いです。お疲れ様でした。本動画の紹介は以上です。興味を持ちましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。